ついに来た。せっかくレンタカーをしているので、このままフランス北西部の自然と歴史、美食が豊かなノルマンディーの旅を続けます。それでは本編スタートです。モン・サン・ミッシェルを後にして、ノルマンディー地方ののどかな自然の中をドライブしながら、次の目的地に向かいます。これから向かうのは、モン・サン・ミッシェルから車で2時間ほどの場所にあるノルマンディーの美しい港町オンフルールです。ノルマンディーの美しい港町オンフルールに来ているんですけれども、見てください。モン・サン・ミッシェルと打って変わって寒い、強風で寒いですね。ということでちょっと観光はパスして、今からディナーの予約を取っているのでね、ディナーをしに行きます。 What a cute town. Hopefully the sun comes out soon. いや本当可愛いんですよ。ちょっと後でお見せするけど、でもすごいグレー、かなり寒い。I should have brought more clothes. 風邪ひかないでね。Well, let's get to this restaurant. I'm excited to taste some Normandy food. Yeah. パリのホテルとかでどこ行くのって言われて、ノルマンディーって言ったら、ああ5キロ太るぐらい覚悟した方がいいよって言われて、ご飯がすごく美味しいからって言われました。We'll walk it all off when we get back to Paris. あ、そうやね。ということで今からディナーをしに行きます。I'll show you guys how cold and gray it is here. Get an idea. But it's beautiful. Cute town. 真冬かなこれは。でもね、ホテルの人が言ってたんですよ。まあここはほぼよく雨が降ることが多いからって。だから晴れたらすごくラッキーみたいです。私たちはオンフルールに2泊する予定なので、このね2日間の間でちょっとでも晴れ間がね覗いてくれたら嬉しいかなっていう感じです。うわー寒い。Are they open? So. Doesn't look like it. No. Did you book this restaurant? My calendar was a day off, I guess. They're closed today. あ、カレンダーブレイムすんの。I don't 明日。 know. まあいいや。じゃあちょっと美味しそうなお店に今からちょっとで嗅覚を済ましてね。Somewhere around here smells really good. ということで、じゃあ今夜のレストランはちょっとウォークインで美味しそうなレストランに入ってみようと思います。We'll follow our nose. Let's go this way. Restaurant number 3. ホテルの目の前のレストランに行くことにしましょう。まず1品目のフィッシュスープが来ました。もうね、こんな寒い時にはスープに限るということで、ブイヤベースなのかな。いただきます。すごく美味しそう。熱いかもしれないね。
Very flavorful. 美味しい。あ、これは正解だわ。いただきます。Hot soup is really nice right now. Wow. Shredded fish in there. Yeah. 今日はお魚をオーダーしたので白ワインをオーダーしたんですけど、なんか飲んでみたらちょっと微炭酸、ポルトで飲んだグリーンワインが懐かしくなりました。ノルマンディー地方といえば1944年の夏、ノルマンディー上陸作戦の舞台になった場所で、今日はですね、その世界大戦の記憶をたどるべく、これからね、戦地になった場所へ向かいます。This town is really beautiful and Normandy looks great. To a lot of Americans, Normandy is a place where the American army entered World War II. Well, let's go explore the areas and try to get a better understanding of what it was like and what the American army and the French had to deal with during World War II. 今日はさ、昨日と打って変わって青空なので、ちょっと後でねオンフルールに戻ってきて、オンフルールもちょっと探検したいですね。それでは行ってきます。ノルマンディー上陸作戦とは、第二次世界大戦中の1944年、ドイツ軍の占領下にあったフランスをイギリスとアメリカを中心とする連合軍が対ソ連のため東側に戦力を固めていた裏を突き、1944年6月6日にドーバー海峡を渡り、フランス北西部から陸海空一帯でドイツ軍を攻撃し、壮絶な犠牲を払いながらも、その後同年8月のパリ解放につながっていく第二次世界大戦の分岐点ともなった戦いです。How's driving in France, Dave? I like it. I think it's similar to driving in America, but a lot prettier here. How true. Oh, sheeps. A lot of sheep on the road, and it's green. The signs are all pretty easy to interpret. People are good drivers too. Oh, true. Compared to LA. And I'm used to this car because it's a Toyota. 運転しやすそうだよね。I probably drive later today. Okay, I'll let you. 左ハンドルだからね。基本的なルールはアメリカと一緒だと思うので、そんなに大丈夫かな。あとはね、キロメートルとマイルを間違えないようにしようと思います。私たちがステイしているオンフルールからね、カーンという町を今目指しているんですけど、そこまでだいたい車で50分ぐらいかなという道のりを今運転しています。本日最初の目的地はカン平和記念博物館があるカンという町にやってきました。この町は1944年の夏、2ヶ月にわたる攻防戦で町のね大部分が破壊され、壊滅的な被害を受けました。そのね苦しみを広くね世界に伝えようと、このようなね記念博物館が作られたそうです。早速行ってみましょう。ノルマンディー上陸作戦の舞台となったこの地に、フランス人のみならずイギリスやアメリカなど世界各国から多くの観光客が戦争の記憶をたどるためにカーンのこの博物館にやってきます。So in 1944, the Willys company developed this vehicle called the Jeep.
And it was developed so that the American soldiers could easily have a vehicle deployed and assembled at the beach to drive around and defend Europe. And this is how they packaged it up to the soldiers and deliver off the boats and off the planes. 博物館内はすごい情報量で、20世紀初頭の第一次世界大戦がどうして起きたのかというところから始まり、第二次世界大戦、ノルマンディー上陸作戦、冷戦時代から戦後の世界まで展示を通じて世界の平和を訴える施設となっています。多くの写真や映像も展示され、日本ではなかなか知ることができないヨーロッパにおける第二次世界大戦の詳細を学ぶことができます。ノルマンディー上陸作戦の展示スペースです。連合軍の進路図、作戦の模型、記録映像などが展示され、戦闘の様子や戦略を具体的に紹介しています。爆撃音の中、長い浜辺を進んでいく無数の兵士たち。フランスの解放のために決死の覚悟で戦いに向かう勇敢な兵士たち。その後のことを思うと見ていてとても辛い気持ちになりました。こちらはこの平和記念博物館があるカーンの町の1944年の写真です。2ヶ月間にわたった攻防戦で町の大部分が焼き尽くされました。当時の資料や戦火に巻き込まれた市民の生活を伝える展示が充実しています。カン記念博物館に行ってきました。もうとにかくね、すごい情報量で、時間をかければね、たくさんもっと学べたと思うんですけども、ちょっと私たちは結構早足で見てみて、戦時を生きた人々の映像とか、その展示物っていうのを見ると、忘れてはいけないね、人類の記憶っていうのを大いに考えさせられたというか。Wow, what an excellent museum that really helps to give you a perspective of what it was like for Europeans, and especially the French from 1930s to the late 40s. During the World War II. So much information, so much detail. Yeah, you could spend a few hours here going through each of the exhibits and trying to get a perspective of what these people had to deal with. And especially the soldiers. They came here not knowing what to do and how to liberate all of Europe and give us the freedom that we have today. Such a significant time in history. この人たちのおかげで今があると思ったらね、なんか本当にすごく考えさせられますよね。この今の平和な尊さ。さて、先ほどもねお話ししたんですけれども、ノルマンディー上陸作戦っていうのは5つのビーチから実施されたわけですが、
今からね私たちはアメリカ兵が配置されたオマハビーチを目指します。 Let's go see the famous D-Day landing beaches now. うん、行ってきます。13万人の兵士を引き連れたノルマンディー上陸作戦は5つのビーチで行われていますが、その中でも大苦戦し、特に犠牲者を出したとされるのがオマハビーチで、これからアメリカ軍が配置されたオマハビーチを目指します。から車を走らせること30分、海岸線の長さ 8km のオマハビーチに到着しました。 Wow, it's a big beach. They took this whole area. Coming here, it's a real significant place. Try and feel what it was like on that day, and this is the weather they had to deal with and the beach conditions. Probably worse. Probably worse. But right now, I could only imagine what it'd be like to pull up on a boat, thousands of other soldiers and people shooting at you. Must have been horrific and scary. ノルマンディー上陸作戦で5つあるビーチの中でも大苦戦し、特に犠牲者を出したのがオマハビーチで、1944年6月6日に上陸した第一陣の死傷率が 90% と、1日で2000人以上が亡くなる致命的な損害を受け、海の水は血の色に赤く染まり、血まみれのオマハと呼ばれる激戦となりました。ビーチにはドイツ軍からの銃弾に立ち向かった勇敢な兵士を称えるモニュメントが建てられています。死体が満潮のタイミングで戻ってきたり、激しい激戦があったこの場所も、今やジョギングをしたり、犬の散歩をする人たちもいて、平和そのものです。この平和は、ここで血を流した多くの人の犠牲の上に立っているということを忘れたくないと強く思いました。本日ラストはオマハビーチを見下ろすノルマンディー米軍英霊墓地にやってきました。この墓地はフランス政府からアメリカに送られた土地に立つ墓地で、約9400人の犠牲者が眠っています。延々と続いている白い十字架、この中には無名のお墓もかなりの数あるんだそうです。おびただしい犠牲者の数に胸が締め付けられるようでした。
壮大な自然風景に囲まれたこの地は、第二次世界大戦中のノルマンディー上陸作戦における重要な戦場として知られ、現在ではその歴史を伝える場所として開放され、戦争の悲劇を忘れさせない場所となっています。今現在もね、戦争をしている国はあります。今食べ物が食べれて安心して眠れてね、日々生活ができていることが当たり前になっている今だからこそ、先人たちがね命を懸けて守ってくれたことをね知る必要があるなと思い、今日はねこのように戦争の記録が残る場所をね訪れることができて本当に良かったと思います。 Overall, today I feel like a sense of respect and honor for the people that were involved in all of this, and I'm very, very happy that we were able to visit it here in France in this nice memorial and cemetery. It really kind of puts it into perspective how many people lost their lives as such a significant part of history. And that's one thing that we try and do with this channel, is just show everyone significant places in history. And this one is really impactful. 今あるね平和の尊さを改めて実感しますし、人がね無限になくなり苦しむ、それが戦争で、今はねテクノロジーの進歩が目覚ましいですが、この技術がね一日も早く戦争がなくなる未来に生かされることを祈っています。ノルマンディー地方の旅、その美しさとそれとは対照的に今も随所に残る壮絶な戦争の後、改めて尊い犠牲を思い、今ある平和に感謝する貴重な経験となりました。さて、米軍英霊墓地から車を走らせること15分、バイユーという中世の街並みが残る素敵な街でランチをします。バイユーから車で1時間運転して、私たちがステイするオンフルールに戻ってきました。昨日ねもう本当に寒くて天気が悪くて全然観光できなかったので、今日はねちょっとこれからオンフルールを少し散歩してみようと思います。 So supposedly Honfleur is the birthplace of Impressionism art, which means artists started to get out of the studio and paint spontaneously instead of planning time to paint. So they were just, I guess the meaning of Impressionism was whatever impressed you at the moment was to go create that art. Oh, that makes sense. That's really cool. And some of the famous Impressionists we know is Monet and his beautiful landscapes. So I think this town is beautiful, and I understand why they wanted to paint it. Because anywhere they could find something beautiful. さて、モネが愛したねオンフルールを早速歩いてみましょう。ということでね、まずはオンフルールの心臓部ともいえる急行ビューバッサン港に向かいます。 Let's go. オンフルールはセーヌ川の河口に位置する歴史的な港町で、ノルマンディー地方の中でも特に美しい景観を持つことから、モネやセザンヌなど多くの芸術家たちに愛された町です。急行には漁船やヨットが停泊していて、周囲にはレストランやカフェなどが軒を連ねています。この港町にこのようにね細長い建物が多いのは、オランダのアムステルダム同様に敷地面積でね税金の金額が決まっていたからだそうです。
ちらは聖カトリーヌ教会でフランスで一番大きな木造の教会だそうです。聖カトリーヌ教会はもともと12世紀当初は石造りで、この教会は100年戦争の際にイギリス軍によって破壊された後、この地域に豊富にあった木材と港町ならではの造船技術を生かして15世紀に木造建築の教会として再建されます。こちらの教会木造なのでね、万が一火事になった時のために鐘楼は少し離れたところに作ってあるみたいです。この教会ちょっとユニークなのがね、鐘楼の中にトイレがあります。ちょっとありがたいよね、観光客としては。さて、じゃあ教会の中を見てみましょうか。Let's go inside。教会内部は入った瞬間に木の匂いとぬくもりが感じられます。さすがは港町、船を作る大工さんが作った教会ということで、造船に使われる材料で作られているせいか、船っぽさが感じられるデザインです。So this type of building is called a half-timbered home, and that's because they had a lot of wood available. This town is known for shipbuilding back in the day. That's why the roof of the church looks like the bottom of a boat. And I bet you if you flipped it over, it would float. 誰もが一度はね耳にしたことがあるジムノペティ第1番の作曲家エリック・サティの生家がここオンフルールにあるそうです。Did he write that kind of song? 皆さん分かりましたこの歌。You sing it. 再び車に乗り込んで、今私たちはですね、断崖絶壁と美しい海岸線が有名なエトルタに向かっています。もうね夜の7時を過ぎているんですが、45分ぐらいで着くそうなので、ちょっとね最後エトルタに行ってきます。 We're getting a lot done today. We're getting to see a lot of places in Normandy. This is great. 今日はね本当によく移動しました。カーンに始まり、オマハビーチ、それからねバイユーでランチをして、オンフルールを散歩して、今最後ねエトルタに向かっております。Yeah, you did great job. デビッドがすっごいたくさん運転してくれて、今日はいろんなところに行きました。Thanks to David. I don't mind. It's beautiful driving through these French countryside streets. 本当綺麗だよね。ノルマンディってレストランが閉まるのが本当に早い。夜9時には本当にクローズするレストランが多いので、ちょっとまずはね断崖絶壁の前にレストランに行こうと思います。Yeah, let's get going before they close. 本当。今夜のレストランに到着しました。でですね、こちらのレストランはおそらく炭火
焼きをしてくれるということで、ちょっとね先ほど見てみたんですけど、すごく美味しそうでした。日照量の少ないノルマンディーではブドウを栽培する代わりにリンゴの栽培が盛んで、今夜はですねノルマンディーの特産であるリンゴの蒸留酒シードルをオーダーしてみました。いただきます。リンゴビール、リンゴのテイストがするビール。なんかね正直もうちょっと甘いのかなと思ってたんですけど、リンゴビールだね。飲みやすい大人のリンゴジュース。美味しいじゃん。あ、私これ好きかも。マシーマシー。すごいボリュームなんだけど、やはりノルマンディー地方っていうのはね海産物が有名なので、私はひたすらねお魚を食べ続けようと思います。それでは本日のお魚シーブリームをいただきます。これよこれ、もうこれを食べたかった。めちゃくちゃ美味しい。このお店に来てよかったです。なんかねすごい人気店で予約を取らないって言われてたんで、今日食べれるかなと思ってたんだけど、本当に来てよかった。すごく美味しい。 Special sausage from Normandy. Here we go. いただきます。What did they say? Pork and veal. Artisanal sausage. Yeah, it's good. It's not very gamey. Definitely seasoned better. I can tell it's like farm made, not factory made. ディナーを済ませてきました。How was the dinner? That was good because I never get sausage at home, and especially to have artisan French sausage while traveling. That felt really special. 私もお魚すっごい美味しかった。なんかやっぱりさ、シンプルな味付けをうまくお料理できるレストランってやっぱ美味しいよね。さてお腹もね満たされたところで、これからエトルタのシンボルアバルの断崖に向かいます。Oh wow, it's right there. Iconic view. アバルの断崖、すごいね。やっぱすごく迫力あります。自然が数千年もの間、波と風の力で石灰岩を削り、この美しいアーチを作り上げました。個人的には沖縄の万座毛にそっくりな気がします。それからなぜこの断崖絶壁がこんなに有名なのかというと、この崖の絵を描きに来たのがモネやクールベを含む画家たちです。Wow, what a beautiful beach. It's like a dream. This looks like a painting. それはさ、モネ先生もさペイントするよね。I wanna paint something. Yeah. I'll paint a picture with the video. ちょっとせっかくなのでね、もうサンセットが近いんですが、行けるところまでアバルのね断崖を登ってちょっとハイキングしてみようと思います。Yeah, I wish we could go all the way to the top up there, but I don't know if we have enough time before the sun goes わ down. かんないね。 We'll で be も hiking in the dark. Right. ちょっと頑張ろうか。でもせっかくここまで来たしね。ここエトルタもノルマンディー上陸作戦の舞台になった場所で、海からやってくる兵士をねここから迎え撃っていました。残念ながら崖の先端の方までたどり着くことはできませんでしたが、ここから見る夕日が美しかったです。さて、もう間もなく日が落ちてしまいそうですが、本日ラストはあの崖の上にある特別な場所に向かいます。
先ほどアバルの段階でねこのブログを閉じようとしたらデビッドがねもう一箇所だけ寄りたいところがあるっていうことで最後ねサンセットの前に間に合いました。 So this monument signifies where people saw the first attempt to fly from Paris to New York in 1927. Wow. There was an award for $450,000 in today's money for the first person to fly Paris to New York. These two French people tried to fly from here to New York, but the plane never made it and the plane was never found. I know. But 2 weeks later, Charles Lindbergh successfully flew from New York to Paris. And then that's when transatlantic flight was born. 彼らのね試みがあったからこそ今私たちがねこうやって自由に旅ができるということですね。 That sounds very significant. Yeah. So I wanted to bring you guys here and show you this. And I think it's great that they have built this monument, and we should show you guys what a aerial view looks like to see this, because there's a shape of an airplane here and then this big monument that points towards New York. でも their last view was the 彼らのね最後の見た景色っていうのがエトルタのねアバルの断崖っていうのがなんかすごいジーンときますね。そっか。 Pretty cool. 今日はねすごく長い一日だったんですけど行きたいと思っていたノルマンディーの街に全て行くことができてとても満足です。ちょっとね明日はねまた最後別のノルマンディーの街に移動するのでもしよろしければねそちらの Vlog もご覧ください。 Thank you for watching, everyone. Please like and subscribe. よろしくお願いいたします。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。バイバイ。